皆様こんにちは。本日はお忙しい中、ソニーホンダモビリティ株式会社設立発表会にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。ソニーホンダモビリティ会長の水野でございます。ソニーグループ株式会社とホンダ意見工業株式会社は本年度の3月に戦略的な提携に向けた基本合意を行い、6月に合弁契約書の締結についてご報告をいたしました。本日は新会社が正式に設立をしたことを改めてお伝えをいたします。また本日は私水野と社長の川西より当社ソニーホンダモビリティの目指す経営の方向性と事業戦略についてお伝えをするとともに、私たちが目指すモビリティとサービスの方向性をご紹介させていただければというふうに思っております。それではまずはじめに、なぜ私たちソニーとホンダが組んだのか。皆様ご存知のとおり、モビリティ業界はデジタル技術とソフトウェアを震源地とした大きな変革期を迎えています。ソニーはその中でモビリティ空間を感動空間へというビジョンを掲げ、モビリティの進化への貢献を志しています。一方ホンダも現在ハードとソフトを融合させた商品への転換を掲げて変革を推進しています。この変革期にモビリティの変革進化をリードしていくためには、既存の自動車 OEM のやり方と全く異なるアプローチを取る必要があります。だからこそ今回ホンダは既存 OEM と異なる考え方、それからスピード感を持つソニーと組みたいというふうに考えました。その結果が今回設立をされたソニーホンダモビリティです。私たちソニーホンダモビリティを既存の自動車 OEM とは違う全く新しい姿にしていきたいと考えています。ソフトウェアを中心とした新しい技術の投入、他社とのパートナーシップ、新しいアイデアの採用によって既成概念を覆す高付加価値型の商品やサービスの提供、お客様との新しい関係性の構築にチャレンジしていきたいというふうに思っています。その姿はいわゆる自動車 OEM ではなく、ソフトウェア技術を中心とした新しい会社、モビリティテックカンパニーになります。そして日本初この会社にてグローバルでの躍進を遂げて、日本の産業界の活性化に少しでも貢献していきたいというふうに考えています。その新しい形、それから革新の実現に向けては2社の知見技術を結集していく必要があります。ただそれだけでは革新は達成できません。私たちに共感共鳴していただけるカスタマー、パートナー、クリエイターの知を結集して、そしてつなげることで
初めて革新は達成されると考えています。ソニー・ホンダモビリティでは、そうした方々にオープンに参加をいただけるような機会や場の情勢に積極的に取り組んでまいります。それによって2社だけでは成し得ない革新を生み出していきます。続きまして、ソニー・ホンダモビリティの経営の方向性についてご説明をいたします。ソニーはクリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすというパーパスのもと、感動の主体である人を軸とした人に近づく経営を行っています。一方、ホンダも人や社会の役に立ちたい、人々の生活の可能性を広げたいという人間尊重の基本理念のもと、意志を持って動き出そうとしている世界中の人を支えるパワーとなるという方向性で経営を行っています。つまり両者は好奇心を刺激して夢を持って歩む人を支え後押しするような感動体験を創出することをそれぞれ目指しています。私たちの会社においても両者が最も大切にしている思想は大事にしていきたい。つまりは人の感性や行動へ働きかける商品であったりサービスに強くこだわっていきたいと考えています。こうして両者で議論を重ねて思いを一つの言葉にまとめました。多様な地で革新を追求し人を動かす。ソニー・ホンダモビリティではこの言葉を企業のパーパスと位置づけてまいります。このパーパスのもと、2社の知見と私たちに共感・共鳴していただける方々の知をつなげ、最先端のテクノロジーへの挑戦を行い、人の感性や行動へ働きかけていく、つまり人を動かしていくようなモビリティの革新を実現していきます。ソニー・ホンダモビリティではお客様との関係性を変えていきます。これまでの自動車 OEM というのはハードウェアもしくはアフターセールスを中心にお客様とつながっていました。私たちはバリューチェーン全体でお客様との関係性を長く深くしていくためのリアルとデジタルを融合させた新しいサービスを提供していきたいと考えています。そのサービスを介してハードウェアを持たないお客様とも多くつながりを作り、私たちに共感いただける仲間が集う新しいコミュニティを作っていくことを目指します。サービス開発においては先行技術の積極投入のみならず、専門性を有する数多くのパートナーとの協業により新たな体験価値の創出に取り組んでいきたいと考えています。お客様との関係性を長く深くしていくためにはネットワークの構築が不可欠です。私たちはお客様とダイレクトにつながり続けるネットワークを構築してまいります。その仕組みによって例えば商品開発プロセスにもカスタマーやクリエイターにご参加いただき、商品の販売後もユーザーの行動特性や思考を理解してパーソナライズされた顧客体験を個々のユーザーに提供し続けることを実現してまいります。販売も従来の販売形態ではなく、お客様とダイレクトにつながるオンライン販売を中心に行っていく予定です。私からは最後に具体的な商品投入計画についてご説明をいたします。ソニー・ホンダモビリティ第1弾の商品は2025年前半から先行受注を開始し、2025年に発売をする予定です。最初にデリバリーをする地域は北米を想定しており、時期については2026年春を計画しております。また日本においては2026年の後半からのデリバリーを計画しております。なお、生産拠点は北米にあるホンダの工場を予定しております。ここまでは新会社の経営の方向性についてご説明をしてまいりました。ここから川西へバトンタッチをし、私たちが目指すモビリティとサービスの方向性、その実現に向けた技術開発の考え方などを語ってもらいます。それでは川西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。水野さん、ありがとうございます。
皆さんこんにちは。ソニーホンダモビリティ社長の川西でございます。本日は大勢のメディアの皆様にお集まりいただきありがとうございます。今年3月の発表以来、数多くの期待と激励、温かい応援の言葉を頂戴いたしました。まずはこの場をお借りして心より感謝申し上げます。ありがとうございました。そしてこの度両社ともに創業以来70数年の時を経てモビリティの未来を共有し、同じゴールを目指す新会社を設立できたこと、大変嬉しく思います。先ほど会長の水野よりソニーホンダモビリティの存在意義、パーパスについてご紹介いたしました。水野や経営チームとは幾度となくこの会社の存在意義とは何かという議論を重ねてまいりました。私の方からは当社のパーパス、多様な地で革新を追求し人を動かすに基づいて具体的に目指していくモビリティとサービスの方向性、またその実現に向けての技術的な取り組みについてご説明いたします。少しこれまでの状況を振り返ってみますと、3月の共同発表と前後する形で双方の原点メンバーが集まっていくつかの分野で共同開発のためのワークショップを立ち上げました。当然考え方や視点の相違、理解不足、用語の違いとさまざまなことがありましたが、お互いが考える価値観を見つめ合い、ぶつけ合い、真摯に議論し共有してきました。率直な議論を通して他の会社にはない運命的なシンパシーを強く感じました。お互いの共通点、相違点を認識し合える非常に価値のある機関だったというふうに感じています。2社の共通点としては、新しいことへのチャレンジ精神だけでなく、人を中心とした経営の考え方や商品への飽くなきこだわりなど数多くあります。一方で相違点としては異業種ということもあり、自動車 OEM と IT 企業のアプローチの違いを感じました。ホンダには将来を見通す緻密さ、ソニーには将来の変化に適応する柔軟さがあると感じています。これは開発プロセスにおけるウォーターフォールとアジャイルの違いに起因すると言えるかもしれません。お互いの企業文化を尊重し合い、認め合い、新しいモビリティの価値を創出すべく、私たちはモビリティテックカンパニーとしてモビリティと IT の融合を強く推し進めていきます。参加しているメンバーと議論を重ねていく中で、どんな車を作りたいのか、どんなブランドにしたいのかというところに何度も立ち返りました。最先端のテクノロジーを詰め込みたい。お客様に新しいモビリティの体験価値を、サービスをお届けしたい。上質なモビリティを実現したい。スタートアップのマインドでチャレンジしたい。またソフトウェアデファインドなどさまざまな意見や思いが出ました。これらを集約していった結果、ワクワクする車を作りたい、そしてライフスタイルを彩るブランドにしたいというような方向性が見えてきました。ソニーのビジョン S では、セーフティー、エンターテインメント、アダプタビリティというこの3つのテーマを掲げて、モビリティの進化に対してソニーとしてどのような貢献ができるのか取り組んできました。一方、ホンダもセーフティー、エンバイロメントというベースの上に操る楽しさ、ドライビングインスピレーションといった価値を提供していく方向性を持ってモビリティの進化に取り組んでいます。図らずも2社は同じような方向性を持って活動しているということを認識いたしました。これらのコンセプトをさらに推し進めるべく、新会社ではオートノミー、オーグメンテーション、アフィニティというこの3つの A、3A として定義しました。オートノミーには進化する自律性、オーグメンテーションには身体、時空間の拡張、
アフィニティには人との協調、社会との共生という思いを込めています。ここからはこの3つの A を軸に私たちが提供したい価値観についてお話しいたします。まずはオートノミーについてご説明いたします。言うまでもなく、モビリティに安心安全は不可欠です。ホンダが提唱する事故に遭わない社会の実現に向けた取り組みと、ソニーが持つ車載センサー技術を組み合わせることで、さらなる安全性能の向上に努めていきます。快適な移動空間をご提供いたします。さまざまなインテリジェント技術を投入し、特定条件下での自動運転機能レベル3を目指すと同時に、市街地とより広い運転条件下での運転支援機能レベル2プラスの開発にも取り組んでまいります。これを支えるハードウェアとして合計800トップス以上の演算性能を持つ高性能 SoC を採用する予定です。ハイパフォーマンスコンピューティングを実現し、走行性能のインテリジェンス化を進めていきます。続いてオーグメンテーションについては、身体時空間の拡張と定義しました。安心安全の上に成り立つ移動空間は、ユーザーに運転以外の楽しみを提供する可能性を秘めています。ソニーの持つエンターテインメント技術やコンテンツはもとより、これまで培ってきた UX や UI 技術を使って新しい HMI を提案していきます。クラウドで提供するサービスと連携することで、ユーザーごとにパーソナライズされた社内環境を実現していきます。私たちの目指すモビリティは、お客様にお届けして終わりではありません。お客様一人一人に寄り添い、最適で楽しいモビリティに進化し、成長し続けます。サービスの一例としては、移動する空間価値に着目し、物理的に移動するための手段だけでなく、リアルとバーチャルの世界を融合していくことで、移動空間をエンターテインメント空間、感動空間へと拡張していきます。メタバースなどデジタルをフルに活用し、新しいエンターテインメントの可能性を追求すると同時に、移動空間における新たなコミュニティを創造していければと考えています。こういったサービスを実現するために、ここで簡単なシステム構成をご紹介いたします。HMI、IVR システムには、ユーザーをおもてなしするのに十分な SoC を、最新の SoC を2個搭載し、リッチな顧客体験と将来的なソフトウェアアップデートに対応します。また AD、ADAS-ECU と組み合わせて、従来の ECU をハイパフォーマンスな統合 ECU に集約し、トータルでの ECU 削減を狙います。なお、ネットワークには 5G を搭載し、クラウドとのサービス連携を高めていきます。アフィニティについては、人との協調、社会との共生と定義しました。モビリティは社会インフラの一部であり、カスタマーの皆様だけでなく、自動車産業におけるパートナー、また、さまざまな産業を支えるパートナー、そして、モビリティにおける新しいエンターテインメント創出を一緒にチャレンジしていただけるクリエイターの皆様と、オープンで自由な環境を作っていきたいと考えています。従来の自動車産業は、自動車 OEM を頂点として、数多くのパートナーに支えられて産業構造が成り立っています。しかし、水平分業が浸透している IT 業界においては、特定の領域において優位性を持つレイヤーマスターの存在が大きくなっています。特に一部の半導体などは顕著な例だと思います。今後、EV 化が進むことにより、IT 技術の比率が高まっていくと、自動車を支えるステークホルダーとの関係を見直していく時期に来ているのではないでしょうか。今後、パートナーやサプライヤーの皆様には、私たちのビジョンを共有させていただき、オープンで対等な新しいパートナーシップを築いていけたらと考えています。先ほど、モビリティにおいても、クリエイターの皆様との関係を
深めていきたいと申し上げました。モビリティがクラウドとリアルタイムに情報を同期することで、これまでになかった双方向性のあるモビリティ社会、そして新しいエンターテインメントを創出していきたいと思います。情報を発信するモビリティということを一つのテーマとして挙げておきます。これらを支えるソフトウェアとしては、車に搭載されている車載ソフトだけでなく、クラウド上のソフトまで一貫した統合的なソフトウェアのフレームワークが必要です。私たちはモビリティを単一の組み込みハードウェアとして考えるのではなく、リカーリングビジネスを想定した移動体験サービスの一部という概念を持って全体のアーキテクチャを設計しています。本日は私からは当社のパーパス、多様な地で革新を追求し人を動かすに基づいて、具体的に目指していくモビリティとサービスの方向性、またその実現に向けての技術的な取り組みについてご説明いたしました。今後ビジネス面も含め適宜情報をアップデートしてまいります。スタートしたばかりの会社ですが、スピード感を持ってグローバルで戦えるチームを目指します。メカとエレクトロニクスがソフトウェアの進化によって融合し、新しいモビリティの時代を切り開いていきます。皆様のご期待に応えられるようチーム一同頑張ってまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。誰かが地平線を越えたいと思った。誰かが広大な海を渡ろうと考えた。人は立ち止まらない。移動はきっと人の本能、人の欲求、人の衝動。私たちは新たな移動の喜びで人を突き動かそうと思う。未知の感情へと向かうモビリティ、未知の社会へと向かうモビリティ。世界中の知とつながり、技術と感性を掛け合わせよう。そうして移動の感動を塗り替えていく。あなたの本能を揺さぶっていく。さあ向かおう、あなたの中の地平線へ。多様な地で革新を追求し、人を動かす。では改めまして皆様、本日はお忙しい中、ソニーホンダモビリティ株式会社設立発表会へお越しいただきましてありがとうございます。ライブ中継をご覧の皆様もご視聴いただきましてありがとうございます。これより質疑応答の時間とさせていただきます。司会の長留です。よろしくお願いいたします。ご質問に際しまして、ご協力のお願いです。なるべく多くの方にご質問いただけますよう、質問はお一人につき2問まで、とさせていただきます。スタッフがマイクをお持ちしますので、はい、マイクを、向けられましたら、最初に媒体名とお名前をおっしゃって、質問を始めていただければと思います。なお、英語でのご質問は通訳が日本語に翻訳し、日本語で回答いたします。はい、それでは準備整いましたので、質疑応答の方に始めさせていただきます。はい、挙手ありがとうございます。よろしいですか。では手前の黒いジャケットの方お願いいたします。
朝日新聞の神山と申します。本日はよろしくお願いいたします。2点質問させていただきたいんですが、まず1点目は商品投入計画のところで伺いたいんですけども、26年に北米日本という予定を出されましたけども、ここを選ばれた理由と、その先はどういう予定を考えられているのかということをまず一つ伺いたいのと、あと先ほど水野さんの発言の方で、高付加価値帯を目指すっていう話でしたけども、具体的にその価格のイメージとかですね、どういったものを想定されているのかっていうのを伺えればと思います。これが1点目です。で、2点目ですが、これは水野さんにホンダ目線で伺いたいんですけれども、先ほどソフトウェアとハードウェアの融合したいということをおっしゃってましたけども、これはソニーさんと組むからこそできることなのかで、ホンダ目線として一番得たい技術とかソフトウェアとかノウハウとかですね、それはどういったものを考えられているのかということを伺えればと思います。以上です。はい、では水野さんお願いします。はい、ありがとうございます。商品投入、北米それから日本ということで、それぞれ選んだ理由というのは、北米は電動化がやはり進んでいるというか、かなり今州によって若干ばらつきはあるものの進んでいるスピードが速いということで、今回北米の選択をしておりますし、やはり日本というのは我々のホームマーケットというかふるさと日本ですから、その日本という意味で日本を選びました。もちろんその後はヨーロッパなどは視野に入れながら今現在検討中でございます。であと高付加価値というところで言いますと、価格は具体的にいくらかというのは今まだちょっと申し上げにくいところであるものの、やはりかなりの価値をつけていこうというふうに思っておりますので、それなりの価格帯になるのかなというふうに思っているので、ちょっと価格の具体的ないくらぐらいなのか何万ドルなのかということはちょっとご勘弁いただきたいんですが、そういうことで今回はご容赦いただきたいなというふうに思っております。それなりに価格に見合っただけの価値を出す内容は装備はしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひご期待いただければというふうに思います。ホンダ目線ということで言いますと、今日ホンダ自身もハードとソフトの融合というのは言っておりますし、やはりソフトウェアという意味で今回ソニーと組んだ大きな意味というのは、やはりソニーが持っているエンターテインメントでありますとか、それからミュージック、それからゲームというのはもちろんのこと、それからセンサー技術っていうのはぜひホンダとしても取り組みたい、一緒に組んでやっていきたいというところだと思いますし、ここの知見はやはりかなりあるというふうに認識、ソニーがですねあると思っておりますので、今回やはりソニーだから組めたということが大いにあるのかなというふうに、今回私も6月からこのプロジェクト参加させていただいて、いろいろ横にいる川西と話はしてますけれども、すごく感じるところでございますので、今後さらにその議論を深めて、やはりソニーのいいところであったり、これからいよいよ車両開発が本格してまいりますので、ホンダのいいところを取り入れた、皆様の期待に応えるような車ができればなというふうに思っています。はい、はい、神山様ありがとうございました。続いてご質問のございます方、挙手をお願いいたします。では橋本さん、ごめんなさい、上手側の奥のマスクをされている男性お願いいたします。こちらです。真ん中の方ですね。はい。その方です。手を挙げておいていただけますか。はい、そうです。すみません、オートモーティブニュースの岡村と申します。バッテリーのことについてお聞きしたいんですけれど、これ GM のオルティウムバッテリーを使うんでしょうか。そしてそのバッテリーのメーカーっていうのはどこを考えていらっしゃるんでしょうか。そしてバッテリーのそのレンジですね、走行距離というのはどれくらいになるのかということをお聞きしたいんですけれど。あとその車体のボディのタイプですね、どのようなモデル、SUV とかっていうことについてお願いいたします。はい、ありがとうございます。あとすみません、どちらの方ですみません、どちらの方でその車体を組み立てるのかっていうその工場ですね、多分北米になると思うんですけれど、それについてお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ご質問ありがとうございます。今日申し上げましたように、基本は、北米の工場で生産をする予定でおりますので、調達についても北米地区での調達ということになると思っています。であくまでも我々ソニーホンダモビリティはホンダの方に
委託をする形でございますので、生産イコール、含めた調達は、ホンダの考え方に準ずるということになりますので、先ほどご質問にあった GM さんのバッテリーでありますとか、LG なのかいろいろありますけれども、候補はそれはホンダの政策に準ずるという形になると理解をしております。生産工場につきましては先ほど申し上げましたように、北米でやるということが、一応決めてはおりますが、具体的な話は、ホンダの生産戦略に準じてやっていくというふうに考えておりますし、当然ホンダの工場で作るという関係もありますから、ボディの共通の部分ですね、なるべく使おうとは思っておりますが、具体的なプラットフォームは何であるのかというのは今後ちょっと話を詰めていくというふうにご理解ください。はい、以上でございます。バッテリーのレンジですね。ごめんなさい、走行距離のレンジですか。したがってそれが全部決まった後に走行距離のいわゆる AER だっていう PR だと言われているところについては決めていこうかなというふうに思っております。まだちょっと今現在開発中の部分でございまして、そこの部分について今申し上げれるものが数字がないものですから、ちょっとそこはご容赦いただきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では一番上手の方お願いいたします。ジャーナリスト桃田と言います。よろしくお願いします。2点お願いします。リアルなサービサーとしてのホンダの新車販売店、それからソニーの製品を使う電気製品の量販店との関係性はどうなるのかでは1点です。2点目、以前の発表でデータプラットフォームとかサービスプラットフォームといった分野の構築のお話も出たかと思います。こうしたモビリティ分野におけるデファクトによってゲームチェンジャーになるというイメージ、そういった観点での方針とかお考え、現段階で教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。じゃあディーラーだけ先に。はい。販売店様につきましての考え方をまず申し上げますと、先ほどプレゼンテーションの中でも申し上げましたように、今回はダイレクトオンラインの販売をメインに考えております。したがって基本的には我々がディーラーさんというか、いわゆる今自動車でやっているような、もしくはソニーさんがお持ちの家電の量販店というところで何々ということは基本は今考えておりません。オンラインの販売を中心に考えております。しかしながらやはりサービスというのがついてまいりますので、それについてはどういうふうに契約をするのかというのは今現在議論をしているところでございまして、そこはまた決まり次第皆様にご報告をしたいなというふうに、やはりバッテリーという大変少し危険なものを扱うところでございますので、専門性を有すると理解しておりますので、そこについては契約でのオーソライズドサービスショップみたいな的な展開を図っていくべきだというふうに考えております。はい。それからもう一つご質問いただいたところにつきましては、プラットフォームの考え方はいくつかあると思うんですけれども、車体のプラットフォームに関しては、今回新規に起こすということで考えています。もちろんその中には、ホンダの持っている、知見技術っていうのを投入していますし、ソニーの持っている技術もそこに投入しています。そういう意味での、EV としてのプラットフォームっていうのは一つ考えていきたいと思っています。それからいわゆるクラウドサービスのプラットフォームですね、こちらについては今日はソニーホンダモビリティの発表会ですので、ちょっと立場違いますけれども、ソニーモビリティの方で構築をしていきます。これの位置づけなんですけれども、ソニーホンダモビリティはいわゆる、お客様向けのサービスを提供する立場にあると考えています。でソニーモビリティの方は、そのプラットフォームを、下支えをするという立場にあると思っていますので、その位置関係っていうのは、異なるというふうにご理解いただければというふうに考えています。はい、はい、ありがとうございます。続いてご質問のございます方、お願いいたします。はい、ではこちらの下手側の、黒いジャケットの方、お願いいたします。読売新聞の中村と申します。よろしくお願いいたします。2点ほどお伺いします。まず販売の地域に関してなんですが、先ほど北米と日本という地域が出ましたけど、これは欧州での発売は検討されてないのかについて教えてください。で2点目についてリカーリングのイメージでですね、例えばソニーさんが得意としている音楽ですとか、ゲームですとか、
映画とかも入ってくるのかなと思うんですけど、そういったリカーリングのコンテンツをどのような考えているのか、少し決まっていることがあれば教えていただきたいです。でそれが自動運転のレベル3と、どんな親和性があるのかということも含めてお願いいたします。販売地域は、販売地域は、北米、日本、欧州についても当然検討を今しておるところでございます。まだちょっと決まっていませんので、決まり次第ご報告差し上げたいと思いますが、検討は当然しております。はい。それから2つ目のご質問ですけど、リカーリングビジネス、これいろんなビジネスモデル、他にもサブスクリプションだったりあると思うんですけれども、そういった販売の形態、サービスの形態っていうのは、これから検討も進めていきますし、充実させていくというふうに思いますけど、その中で一つのいわゆる今ある映像、音楽、あるいはゲームみたいなコンテンツについては当然ソニーが持っているコンテンツ、あるいはエンターテインメントの技術っていうのも含まれますけれども、ここは幅広くオープンな形で考えていきたいなというふうに思っています。でもう一つ、ちょっと今日説明の中に言えませんでしたけど、新しいエンターテインメントっていうのはやっぱモビリティのエンターテインメントっていうのを考えていくべきだというふうに思っていて、そういったところも含めて新たなジャンルっていうのを開拓していけたらというふうに思っています。それから自動運転のレベル3ですに関連してっていうところで言いますと、レベル3だからというふうに考えるのはあまりこちらとしては捉えていませんけれども、安全運転の技術っていうのは進化していって、運転することに取られる集中力っていうのはだんだん軽減されていくということを踏まえていくと、やっぱり新たな楽しみ方、あるいは車室内の空間での過ごし方っていうのをトータルで考えていくべきなのかなというふうに考えています。はい、はい、ありがとうございます。続いてご質問お願いいたします。では前から3列目、上手側の、茶色いシャツの方お願いいたします。女性です。東洋経済横山です。よろしくお願いいたします。私からも2点ございます。1点目が価格帯であったりとか、生産地のお話は出てますけども、ちょっと今お答えはなかなか難しいかもしれないですけど、台数計画の、イメージどれぐらいなのか、ざっくりもしイメージされているものがあればちょっと教えてください。で2点目が、川西さんからステークホルダーを見直す機会だというお話もありましたけども、水野さん、これホンダからの視点でいうと、ちょっと車両の開発の調達だったりとかは本田さんが主導権を持ってお話ありましたけど、具体的にどういったいわゆる今までのサプライヤーさんを含めて見直す可能性があるのか、どういったチャンスと捉えているのかみたいなところ、もしここのソニーさんと本田さんでやるからこそバリューチェーンの見直しがいろいろチャンスがあると思うんですけど、そこをちょっと教えてください。以上です。はい、台数計画なかなか難しいところで、先ほど申し上げましたように高付加価値型商品ということですから、あまりいわゆる俗に言う量を狙ってうんぬんということではないということで、まず今日はご容赦いただこうかなというふうに思っています。それからホンダ的なサプライヤーさんとの関係という意味で言いますと、先ほど言いましたように生産調達についてはホンダの考え方に準ずるということですから、基本は変わらないところはあるものの、今日何度か言葉として申し上げました、いわゆるパートナーさんでありますとかクリエイターさんというのは大変ソニーが大事にしている考え方の一つでございますので、やはりソフトウェアなどはやはりそういう新たなる考えを持ったり、それからご協力いただくパートナーというのは大変大事にしていらっしゃいますので、そういうソフトウェアのところなどはやはり我々も新たなる考え方で、ホンダとしての見直し方という、ホンダが今までやってきたこと、既存の OEM 的なことよりは見直していくのかなと、考え方としてはというふうに見ております。今日ちょっと話が出ましたが、垂直から水平とこれが両方混ざらうような感じにビジネス形態が変わるかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。次のご質問です。前から3列目の茶色いシャツの女性にお願いいたします。ウォール・ストリート・ジャーナルのデイビスと申します。本日ありがとうございます。質問1点なんですけれども、最近ソニー・ホンダモビリティが、テスラに十分戦えるっていうような発言が耳に入ってきていますが、26年頃には
具体的に御社はどういう優位性で対抗できるっていうふうにお考えでしょうか。競合他社について、ここでどこですというふうに申し上げることは差し控えたいと思いますけれども、やっぱりやるからには最先端の技術で勝たなきゃいけないというふうに思ってます。でその大事なところはやっぱりソフトウェアの領域で、これまでその車っていうのは、メカ的な要素で勝負をしてきている面が多かったと思うんですね。それは走りの部分であったりとか、それはもちろん当然大事ですし安全性を担保しなきゃいけないということはありますけれども、やっぱりそこに付加価値を乗せていくっていうところにその価値を見出そうと考えてますので、その部分で戦えるようなモビリティっていうのを検討していきたいなと考えてます。はい、ありがとうございました。では次の質問に移らせていただきます。では一番手前のこちらのお願いします。朝日新聞出版の米倉と申します。よろしくお願いいたします。先ほどですね、ソニーからですね、ホンダが得たい知見の一つとしてエンターテインメントの技術もさることながらセンサー技術っていうことをおっしゃられましたけれども、ホンダは1980年代から自動運転に関する開発を進められたというお話を聞いたんですけども、やはりセンサーというですねパーツを単なる買ってきて組み込むだけでは、なかなか自動運転というそのレベルをですねクリアするってなかなか難しいという、そういうことでしょうか。やっぱり今のその ADAS あるいは自動運転につながる技術っていうのは、3つの要素があって、一つはそのパーセプションと言われている、いわゆる認識のところなんですよね。それはイメージセンサーあるいは他の、最近はライダーとかレーダーとか、いろいろありますけど、そういったセンサーを使いながら、周りを認識していくっていうところの技術、ここの向上が大前提にあるというふうに考えています。その中にソニーの持っている技術っていうのを投入していけるだろうというのがこれ1点ですね。でその次に大事なのはやっぱりそれをどういうふうな処理をいわゆる演算をしてどう生かしていくかっていうのを決めなきゃいけないですね。これが思考にあたるAI の部分ですけれども、その部分はやはり今先行している会社っていうのはいくつかあると思うので、そこが将来の自動運転のその出来不出来に関わってくるというふうに思っています。ですからそこの部分についてはやはりこの会社で注力していかなければならないところの一つで、その先にじゃあその決めたことをどういう走りにフィードバックしていくのかっていうところがあって、これはアクションに相当するところですけど、そこはホンダの、これまでの車両技術を生かしながらそれを車の走りに生かしていくというところに反映できていると思うので、やっぱりその前段のセンサーの部分、センシングの部分とそれから思考する部分、この2つに注力していくことが AD、ADAS の技術にとっては重要だというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では次の質問に移させていただきます。上手、6列目の男性マスクの男性お願いいたします。はい。今日はありがとうございます。東洋経済の佐々木と申します。私も2点お願いします。まず1点目が時期について今日言及ありましたけれども、2025年販売開始というのはどういう要因なのか、開発が完成するのがその時期なのか、それとも需要の面でその時期になったのかっていうのをまずお聞かせください。2点目が北米という最初の市場についてもう少し伺いたいんですけれども、EV シフトが進んでいるということでEV シフト進んでいる地域だと欧州とか中国もあると思うんですけども、その中で北米っていうのを選んだのはその市場としてどういう魅力があるのかですとか、ソニーさんとホンダさんどちらがの提案というかどういう議論を踏まえてその北米に決まったのかっていうのを少しでも教えていただけると幸いです。はい、じゃあいいですかね。25年の販売というか、デリバリーはちょっと26年ぐらいになってしまうのですが、ご存知の通り若干自動車の開発等々を考えると、かなりこれでも急ピッチでやってるという次元でございますので、25年が結構、いわゆる電動化のターニングポイントも一つ25年ぐらいから始まるというふうに思っておりますので、いわゆるシフトが
ですから25年というのはやはり外せないなというふうに思いながら今回定めたわけでございます。で北米、地域として選んだ理由は、当然北米というのが、電動化が進んでいると、じゃあ他国は進んでないのか、いやそういうことではなく、やはりそれから生産工場があって作れるところというふうに考えた上で、今回やはり北米がリーズナブルであるなというふうに、2社で話し合いをして、ソニー・ホンダモビリティとして、我々としてはこの時期、それからこの地域からまずやろうという意味ですから、別に他の地域やらないという意味ではないので、まずそこからやりましょうということで今回発表させていただいております。はい、すみません、北米市場についてその購買力とかの点で魅力とかっていうのはどのように思いますか。やはり購買力としては大変ある市場だと思ってますし、やはり電動車の、州によって若干濃淡はございますが、カリフォルニアなどは大変受け入れが早いというふうに伺っておりますし、実態我々もそういうふうに認識しておりますので、そういう市場でやはり早く出すことというのは大事なことだと思っておりますので。はい、すみません、可能であればどういった議論があったか教えていただけませんか。ソニーさんと本田さんでどういう会話があったかっていうのをお聞かせいただけますか。ソニーさんとどういう会話があったか、いや話し合って決めたとしか言いようがないんですけど、あまりホンダとソニーっていうことよりは一緒に仕事してますので、そこはそういった議論の中で決めてます。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。では次の質問に移らせていただきます。真ん中のグレーのマスクをされているメガネの、はい、そうです。ありがとうございます。交通コメンテーターの西村と言います。短く2つお願いいたします。1つ目は自動化です。先ほど来ご説明がたくさんありましたけれども、この先の自動化に関して、ホンダは昨年の11月に2050年交通事故死者ゼロを掲げていらっしゃいます。その中で自動運転は知能化というキーワードのもとに数々の技術が開発されているという話がありました。一方、今日のお話ですと、さらなる知能化というところでご紹介があったと思うんですが、お聞きしたいのは、その2050年交通事故死者ゼロの技術をベースにして、今回新会社でのこういった技術も上乗せされるのか、これが1つ目です。2つ目は、高付加価値 EV についてです。先ほど来お話しいただいたのは、乗用車ベースというのは安易に想像できるんですが、ソニー・ホンダとなりますと、どうしても我々は小さな高付加価値というものをイメージしたくなります。先般のいわゆる福祉機器店では、自動車メーカーはじめですね、高付加価値の EV として、例えば電動車椅子の発展型の EV がどんどん出ています。そういったものも新会社で包括されるんでしょうか。以上にてお願いいたします。そうですね、先ほど少し触れましたけれども、いわゆる自動運転の技術っていうのは一社だけで完結するものではないというふうに考えています。そういう意味でいろいろなパートナーさんと組みながらですね、性能を向上していくということが必要だと思っています。その中でもちろんホンダの技術もこれまでレジェンドを含めてですね、レベル3まで達成してますので、先進的な技術っていうのはお持ちだというふうに理解しています。そういったものも合わせながらさまざまな形で向上していければというふうに考えています。それからもう一つ、高付加価値型のその商品の形態っていうことですけれども、当然やはりそのパーソナルモビリティみたいなそういった需要っていうのは今後増えていくと思うんですね。ただ今回その EV というところで一番その先端な部分でまずは挑戦していきたいということであって、それ以外のモビリティを扱わないというふうに申し上げているわけではございません。そういう意味であらゆる可能性っていうのを範疇に入れながら検討していくことにはなると思っております。はい、はい、ありがとうございました。では次の質問に移らせていただきます。はい、ではこちらの右から3列目の白いマスクの方、お願いします。今日はありがとうございます。モータージャーナリストの岡崎五郎です。パートナーという言葉がさっきから何度か出てきているんですけれども、今後どのようなパートナーが加わるのかな楽しみなんですが、それは申し出とかいくつかもしあったんならこういう業界から来たよみたいなのもしあったら教えていただきたいっていうのが一つです。あとはやはり先般からこのソニー・ホンダの提携というのを
ソニーさんにとってのメリットはよく分かる、でもホンダにとってのメリットがよく分からないなというところがずっとつきまとっていたんですけれども、今日の説明を聞いて、なるほど、高付加価値の車を今までホンダが今一つ成功できなかったっていうところをソニーとのレバレッジ効かせてやっていくんだろうなと、そういうふうに理解したんですが、ホンダだけでなぜそこまで高付加価値がうまくいかなかったのかみたいなところの原因っていうのをちょっと教えていただきたい。原因というか分析ですね。それが逆に今度のソニーホンダモビリティさんの強みにもなると思うんで、そのあたりお願いします。パートナーの中西さん言われます？パートナーさんという意味で言うと、実はまだそんなに明確に具体的にたくさん来てるとかいうわけではなく、今日がお披露目会ですので、今日の後、何度かやはりこれからたくさんの方たちがアイデアをお持ちのそれぞれのパートナーさん、もしくはクリエイターさん、特にソフトウェアだと思うんですが、そういう方たちと議論を重ねたいなというふうに思っておりますので、それについてはやはりソニーさんの方がかなりノウハウをお持ちですので、ここは学んでいきたいなというふうに、一緒にやっていきたいなというふうに思っています。2番目の質問は、私も数ヶ月前まで四輪事業、ホンダの四輪事業やっておったもんですから、そこは大変高付加価値に振りたいということでいろいろ仕込んだりもしました。今日お話はできませんけど、ですからその高付加価値の定義を今後どう見るかというふうに見ています。例えばさっき川西も言いましたけど、レジェンドのレベル3の話と、これは一つの高付加価値だと思っています。でそういうのはやはりホンダとしてきっちりやっていくつもりですが、プラスやはりエンターテインメントでありますとか、そういったところへやはりシフトしている、ソフトウェアへシフトしていくということで高付加価値型をつけないと、やはり今後は少しいわゆる生き残りというか、車としての価値観が若干変わるのかなというふうに見ておりますので、ホンダが持っているいわゆる自動車としての高付加価値とソニーが持っているいわゆるソフトウェアの高付加価値をつなぎ合わせるというのは、大変我々とかホンダにとっては大変メリットのあることだというふうに強く認識をしておりますし、バリューチェーンのお話も今日ちょっと差し上げましたけど、ハードウェアができるまでなかなか動きづらい自動車会社ですが、この以前からそのソフトウェアというところでは動けると、メタバースだ、そういったところも含めてそういったことも使えるという意味でいうと、かなり大きな転換ができるのではないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。次の質問に移らせていただきます。はい。では、前から3列目の真ん中の方の今上げていただいている時計をされている方ですね。はい、お願いします。フリーランスの石川です。よろしくお願いします。実際組んでみて、お二人にお伺いしたいんですけども、実際に組んでみて想定外に良かったこと、また現場の技術者の反響みたいなものがあったら教えてください。あと細かい話になるんですけど、ホンダが今年の頭、確かクアルコムの発表会でスナップドラゴンデジタルシャシーというのを採用するという話をしていましたが、今回のこの両社でソニーホンダモビリティで作る車は先ほどの話で言うと、ソニーモビリティが作るプラットフォームを採用するという話でしたが、結局じゃあこの、今回ソニーホンダモビリティが作る、車にはクアルコムのプラットフォームは使わないのかというところを確認させてください。最初のご質問ですけれども、想定外に良かったこと、っていうか新たな気づきですかね。そういったことっていうのは多々ありました。ただやっぱり最初の時点で、先ほどちょっと説明会の中で申し上げましたけど、いくつかワークショップを立ち上げてるんですよ。これは技術面で、例えば ADA だその分野だったりとか、あるいは HMI だったりとか、いくつかちょっとテーマを決めて、ワークショップを立ち上げてます。その中で実現したいこととか、今こんな技術を使っているとか、そういったところを話をする機会が結構あって、でその中で当然その車目線で考えることと、それから IT 目線で考えることと、ちょっとやっぱり視点が違うところ、あるいは立場の違いとかっていうのはあるんですね。ただやっぱり先端の技術をやっぱり追求していきたいっていう気持ちは割と特にそこを意識しなくても
かなりの部分でそれは共通認識として持っていたのかなというのはすごく強く感じたんですね。でこれは多分会社によっていろいろとあると思うんですけど、やっぱり逆にコンサバな会社もあるでしょうし、いろんなアプローチあると思うんですけど、そういう点ではすごく予定外っていうことよりは想定通りの2社の関係だったのかなというふうに感じています。はい、それから、もう一つ、クアルコムの話が出ましたけど、私先ほど申し上げたサービス側のプラットフォームですね、クラウドサービス側のプラットフォームはソニーモビリティの方でプラットフォームを開発します。で車の方のいわゆる E アーキテクチャですね、 E アーキテクチャの部分についてはいくつかのそのキーになる ECU というのは存在するんですけれども、そこの中での一つの例として先ほどADAS のところで800トップス、合計ですけどの SOC を採用するというふうに申し上げました。でちょっと今日の時点ではSOC のベンダーがどこであるというのは申し上げませんけれども、いくつかの会社さんのものを検討してます。はい、あと、ホンダ側としてその想定外に良かったことっていうのは、先ほど一番のご質問ですか。はいですね。はい。いや、ホンダとしてもやはり先ほど川西も申し上げましたように、技術的なところでいうとやはりなんていうかな、やりたい技術というところでの議論というのはその共通だと思います。ただやはりソフトウェアというところのやはり知見をかなりお持ちのソニーと、それからやはりまだまだ勉強も我々もやってるんですが、そこでのいわゆるカンカンガクガクの議論があったのは事実です。ですから技術屋としては正しい議論だと思いますし、それが従前から未米などが申し上げている化学反応というところにつながっているのかなという、まだまだ数ヶ月の話ですから、これで化学反応起きるのかというとこれはちょっと違うと思いますが、出ているのかなというふうに思っているので、かなりある意味想定内なのかもしれませんが、いい議論ができているのかなというふうに思っています。はい、技術屋としてはですね。はい、まだ技術屋さんの話が多いので、ここから営業だとかそこが広がっていくと思うんですが。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お時間も残り少なくなってきてまいりましたので、残りお二方で質疑応答は終えさせていただきたいと思います。では次は一番前の左の方お願いいたします。日経オートモーティブの久米と言います。よろしくお願いします。2つですね。1つはリカーリングビジネスみたいなお話いただきましたけれども、なんでしょう、儲け方というとあれですけど、リカーリングで得るものと、あと基本的にはその車両の販売があると思うんですけど、そのバランス、現状では多分おそらく多くの OEM さん、買ってもらって利益を得るということだと思うんですけど、そこのバランスが新会社で何か変わってくるのか、そのあたりちょっとお伺いしたいのが1つ目。あとはもう一つのオープンなパートナーシップみたいなお話で、クリエイターさんなどへの期待もありましたけれども、一方で既存の自動車部品メーカーに対して何か求めたいこと、あるいは期待したい変化みたいなところがあればぜひお伺いしたいです。よろしくお願いします。はい、リカーリングビジネス等々というのは当然取り組んでまいりますし、先ほど申し上げましたようにバリューチェーンという言葉で申し上げておりますが、長くしていこうというふうに思っておりますので、お客様のいわゆるマネジメントという意味で言いますと、今までは車両のマネジメント中心だったものをやはりお客様マネジメントに振っていくということで、結果的には爆発的に一個一個リカーリングで儲けるというよりは、長くやはりお付き合いをいただくということがリカーリングのポイントだというふうに思っておりますので、そういったところはやはり今回のソニーとの合弁によってソフトウェアの知見をかなり手に入れながらやっていければなというふうに思っております。車両の販売はもちろん当然のことながらやっていきますし、あとそれに付随するパーツだとか、そういったビジネスというのは当然やっていくんですが、それだけではやはり先ほど来申し上げている高付加価値型のビジネスという意味でいうと、やはりちょっと商売の形態を少しずつ変えていく必要性があるかなということで、立ち上がり当初はやはり車両のところの比率が若干高いものの、例えば10年とか、そういうスパンで見ればリカーリングというところが大きく貢献するのかなという仕掛けになるのというふうに思っています。
あと、クリエイターさんやパートナーさんというのは当然今後お願いをする中で、既存のサプライヤーさんとも、これは先ほど来申し上げているように、ホンダのサプライヤー政策に準ずるわけでございますが、やはりどんどん新しいものをやはり特にソフトウェア関連でいうと作っていただきたいなというところはありますし、我々新しいことはどんどん議論できる場合にはありますので、これはもちろんホンダの政策には準ずるものの、そこは期待をしたいと思っております。はい、ありがとうございました。では次で最後の質問とさせていただきたいと思います。はい、では一番前のチェックのマスクの方お願いいたします。すみません、WebCG の堀田と申します。今日は貴重な機会ありがとうございます。ちょっと古臭い視点でのご質問で恐縮なんですけれども、先ほどあれですね、一番最初のプレゼンテーションの時に日本の産業を少し盛り上げられるようなというようなお話がありましたと思います。あと日本とアメリカですとかなり車に求められるユーザーさんが求めるテイストですとか違ってくると思うんですね。で2026年後半以降日本に導入というようなお話もあったんですけれども、日本での生産等は考えられてますでしょうか。はい、よろしいですか。はい、ご質問ありがとうございます。北米で先ほど申し上げましたように販売地域生産についてはまずは北米をということを申し上げているだけでございまして、別に日本で生産しないという意味ではございませんので、しかしながら北米の方が市場的にもまだいわゆる EV という意味でいうと大きいということもあり、当面は北米からというふうに考えているだけでございます。今後日本生産なども含め検討する必要性があるとは重々承知しておりますし、今後の EV というのは各自動車会社および EV メーカーの基幹になってくると思いますので、基幹をどこで作るかというのは大変大きな自動車会社、自動車 OEM にとってみると大きな話になりますので、そこは今後オープンに今後考えていく必要性があると思っています。はい、はい、ありがとうございました。ではこちらで質疑応答は終了とさせていただきます。挙手いただいた皆様ありがとうございました。そして以上をもちましてソニーホンダモビリティ株式会社設立発表会は終了とさせていただきます。皆様ご来場ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。